日本語の森ディベートの時間です。ちなみにですけどね、JLPTN さん新しく発売されたんでよろしくお願いします。ゆか先生が演じされてます。これ20代のゆか先生の写真ですけど、すごい失礼なんでよろしくお願いします。大丈夫、失礼なやつだったら大丈夫。今日のテーマは日本人と結婚するのに NH が必要じゃないという反対意見に分かれてディベートを始めさせていただきます。では自己紹介からお願いします。半時計回りで。ミャンマーのヤンと申します。よろしくお願いします。日本から来ました原です。よろしくお願いします。インドネシアから来ましたトイです。よろしくお願いします。韓国のパックです。結婚には NH が必要です。先やりたい人いますか？何をですか？発言。どうして聞きたいんですよ。結婚にどうして NH がなんでいらないんですか？夫婦生活でめちゃくちゃさっきおっしゃったコミュニケーションですね。コミュニケーションするときは高度なそのレベル言語レベルでのコミュニケーションが必要だと思うんですけど、それはどうしていらないんですか？逆にちょっと失礼ですけど、外国人の人と結婚したことはありますか？あります。はい。夫婦生活ではそういう高度なコミュニケーションのレベルが必要だと思うんですよ。なのにどうして NH がいらないんですか？夫婦生活で。なんか会話するのに N1 レベルの日本語は文語的書いて使う言葉が多いから N1 レベルはいらないけど趣味が同じとかそもそも恋人になるのに必要なその趣味が似ているとかなんか味覚が近いとかそういうのが恋人と結婚は全然違うんでしょ。その趣味っていうのはもし一緒に生活お互いの趣味がもしするのが大事じゃないですか。政治経済だったらどうします？お互いの趣味がじゃあ経済の話が好き、妻がで俺は全然経済の言葉はわからないだったら趣味が合わないんじゃないですか。そしたら離婚？興味2人とも政治経済に興味があるんですか？どんな趣味ですか？どんな趣味？服が好きとかこういう音楽がこのなんとかっていうジャンルの音楽が好きとかだから死ぬまでこのパスタ美味しいねだけで言ってそれで終わるんですか？政治経済の話をだから朝から晩までするんですか？だからいますよ。だってその政治とか経済の話が好きな人がいるかもしれない。じゃあそうしたらどうなるんですか？そういう趣味が合わないんじゃないでも N1 はいらないですよ。だってその日本語は N1 の言葉っていうよりは政治経済に N1 がいらない。大ちゃんの会話をするのに N1 取ってなくていいじゃないですか。政治経済には N1 がいらない。話しながらその言葉を覚えていけばいいじゃないですか。皆さんギャンさんが言いたいことがあるようです。いや逆にそのアンピチとかアンピチとかアンピチって日本語の JLPT ではないですか？そこはだから日本人が受けてもアンピチを告白しない人いるんですよ。いますか？いますよ。絶対にいますよ。日本人をアンピチの試験を受けて告白しない人いるんですよ。それはかなり何か問題がある方ではないですか？でも会話できてるじゃないですか。だからただ日本人で会話できてる。 N1 レベルってどういうレベルかをご存知ですか？日本人だったら多分中学レベルでもいかないんで中1中2レベルでもほらでも告白しない人いるんですよ。告白しない人いるんですよ。一応日本人なんか言ってますよ。彼合格しましたよ。違う。日本人というのは日本人の100人を受けさせて100人告白するわけではないんですよ。でもみんな会話できるじゃん。みんな結婚できるじでゃん。も結婚できるじゃないですか。みんな結婚は N1 合格してだから日本人が N1 合格できない人がみんな結婚したっていう統計があるんですか？違う。というのは言ってるのはちょっと待って、ちょっと落ち着いて。いやこれは聞き流すことができないんですよ。だって司会者ちゃんと聞きたいことはあります。日本人結構できでますか？じゃあそうしたら自分も。何ですか？だからそれも聞きたいんですよ。日本人が NH 試験を受けて落ちたんです。そういう人って結婚できるんですか？落ちる。なんで結婚は日本語の試験が合格してるかどうかほぼで中学大人20歳過ぎた人なのに言語のこの知能レベルがだいたい中1中レベルですよ。そういう人となんか趣味が合うんですか？いやそういう人本当に聞きたいです。本当にこれ答えします。ディベート関係なく聞きたいです。答えしますよ。今日本で外国人カップルとかみんな結婚してる人多いですね。全員
N1 合格してる人を数えられますよ。違います。それは日本人が普通は高卒以上だから結婚ができるわけなんですよ。でも N1 は違う違う、外国人と日本人のだから日本人が N1 に試験を受けて落ちるレベルだったら本当に言語知能レベルが中学1、2レベルよりいやいやそれでもいやいや、それは結婚できるんですよ。できますよ。それはそうするとペーパー JLPT テストの日本語と喋る日本語違うからできる。できますよ。できいやいやますよ。そもそも恋人になると中学1年生と付き合うんですか？いやいや、だからそうするとロイさんが言いたいことは違う違ういやそもそも恋人になると結婚するとは全然違うんですよ。結婚するにはその一緒にもう生活するんですよ。で生活する上で本当にもういろんなことを学ばないととかいろんなことをしないといけないんですよ。でそれで N1 のレベルの日本語は絶対必要です。いやいやいや自分が言ってるのは、例えば結婚するまではいらない。子供の問題というのは結婚して長く続けるためだけが必要ですよ。いやだから子供の話そうですよはじゃあしなくてもいいんですけど、だって向こうのその妻とか旦那から結構なんかすごい深い話をする場合があるんですよ。一生死ぬまでその話をしないんですか？いやいや、そうですよ。だって N1 N1 の子供をがないと違う哲学の話まで難しい。いや逆に N2 ではできるできる N2 ではできるんですよ。できるできるいやこれ一応やめてできるんですよ。もう本当に N1 の方がねこれから哲学の話をしましょうか。ちょっと聞き取れるかどうか、その話が深めるかどうか一回試してみます。ち皆さん。ょっと自分が整理します。こっち側の意見としては、結婚するまでは問題ない、結婚はできる。ここは結婚したら問題だからお前ら間違ってるっていう意見。そうですよ。離婚前提、今こっちは離婚前提で結婚の話をしてるんですよ。いやいやいや危ないですよ。いやでも旦那さんが N なんかずっと日本語のレベル N3、N2 の間のレベルで N2 合格してなくても、もう2人が今55歳と58歳になってもずっと結婚してインドネシアに住んでる知り合いがいます。日本人とインドネシア人の旦那さんで。愛女さえあれば。そう、愛さえあれば大丈夫。だからそれは離婚するかどうかは N1 合格してるかそれどうかはインドネシアじゃないと思います。に住んでるからですよ。そうだよ。インドネシア人インドネシア人です。違いますよ。そうだよ。逆にでも N1 できるやん。じゃあ逆に日本で旦那さんが日本人でもう何も取ってないのにずっと住んでた。それは日本人でしょ？違う。旦那さんが日本人でミャンマーの方、女の子なんですけど、もう今55歳ぐらいですよ。何も取ってないですよ。どうする？ N のも5も取ってない。どうですもる？仲いい。全然もう子供も2人ぐらいいるんですよ。いやそれはなんで理由は何ですか？だからなんで理由は何ですじゃないですか。だから統計からすると外国人と日本人が結婚した場合、言語の壁を越えなくて離婚する率が普通の日本人同士で結婚するよりもっと離婚率が高いんですよ。その理由は何だと思いますか？言語の壁なんです。違います。違う統計言語をます言い訳にしてる。統計を取ったん言い訳にですしてるんですよ。統計をいや統計を取ったんですよ。その統計というのはそもそもなんか趣味が合わないのに結婚しちゃったとか。趣味がどうして合わないと思うの？もうちょっと落ち着いてやりましょう。ちょっとトイレ行ってきてもいいですか？ダメ、しっかりと仕事してください。こんな熱くなったんで我慢して終わるの待ってたんだ。だからもうとりあえず N1 は必要です。いや、NEC 告白しないと結婚しないんですか？一応はいはい結婚しません。テーマは、ただ私は言い訳です絶対しません。はい言い訳？そうです。なんで言い訳ですか？もうできないから。本当に好きな人だったら、じゃあ、じゃあ俺が結婚が N1 合格したいと結婚できたら言い訳ではなくなるんですね。そうじゃあそうです。あ、じゃあ分かりました。しかも受けてください。ただ私は N1 じゃないと結婚しません。だからというのはもう好きな人会った時、いやもう自分 NG 取ってないから好きちゃいけないという考え誰もいないと思う。違います。それが現実的じゃない顔だけで選ぶわけでしょだって。それが現状顔なんですよ。だけで選ぶわけだからそんな感じでしょ。顔だけ選ぶわけだ私たち頭で選ぶわけなんですよ。今はもう頭で選んで面白くないですよ。だからこのいやいや現実的に言うとそれが感情論でしょ。そう現実的に言うともう結婚するのは動物本能。違う違う。本能でマジで JLPT そのあんたみたいな一番離婚するんだよ。1というのは JLPT じゃないですか。JLPT ってもう本当にぶっちゃけ言うと JLPT もいらない。はい？JLPT いらない。で何それ？いやいや本当だ。するときにいじゃらないいらない。あ例えばだったら大
学部いらないし、高校卒業いらない、中学、あなた小学校卒業した後結婚するんですか？ JLPT はいらない。もう山で育った JLPT はいらないほど。山に育ったその女の子と結婚、何の資格もない。これ結婚させないと。 JLPT までいらないですか？ JLPT いらないんです。じゃあ何が必要ですか？愛情例えば、愛情だから離婚するんですよ、最初。違いますよ。違いますよ。もう言葉を話す相手にどのぐらい理解できるかというのが一そう番コミュニケーションができたらいい。コミュニケーションができないとコミュニケーションというのは JLPT ではないですよ。じゃあ JLPT が告白する1の人は絶対にコミュニケーションがよくできると思う。はい、だから違います。違いだからま NH す。です。違います。いや N1 あってもコミュニケーション取れないですよ。1という N2 だったらもっと取れないんですよ、だったら。というのは、1だったら言葉のその認識が多いから話せるけどダメですよ。じゃあ逆に韓国人みんな韓国語できますよね。はいでしょ当たり前ですよね。韓国人は韓国語できますよね。はい。でも全員韓国の教師としてなれる。自分はいなれや、したくないからやらないだけです違いよ。ます。嘘です。したくないのでできないからない。できるかできないか。ができないということですよ。可能か不可能か。自分の家族やってわかるんですか？あすいませんしたくないからビジネスやってるわけなので。全員じゃあ韓国でいる仕事って先生の仕事しかないんですか？ミャンマーには。じゃあ逆にそうするとだからミャンマーでは全員全員、だから聞いてください。あなた言ってることはちょっと。いやもう聞かないです。だからミャンマーでは全員先生になりたい。そう先生できないからビジネスやってる。さあそこですよ。だから先生の試験落ちて、先生の試験落ちたんだよ。ただビジネスでやろうかって感じなんですか？自分が結婚するかどうかというのは第一部いらないですよ。先生になりたかったんですか？先生されたらしっかりとやらせられないです。いらないです。先生になりたかったんいやですか？全然ならなかったです。一応切りましょう。一応今話がちょっと自分が理解できないかもしれないんです。今結婚できるかどうかなので、一応結婚届出したら成功です。それで結婚です。離婚は後回しなんで、それにして問い合わせしてください。結婚できるかどうかというのは後の離婚はそれは後ですよ。 N1 なかったからじゃないですよ。だからその前提がおかしいのよ。なんかその顔だけ見てそれいやで結婚する。違いますよ。だって結婚だって結婚をするときはなんか約束するんじゃないですか？結婚するときは永遠にこの人とずっと一緒に幸せに暮らすっていうこと。でも日本人ってもう 30% くらいが離婚するんですよ。だから3人中1人が離婚するんですよ。結婚したら。そこはあなた愛知取ってないから離婚ばっかりじゃないですか。でも外国人と日本人で結婚した場合はもっと離婚率はめっちゃもっと高くなるんです。何が原因だと思いますか？文化の違いです。じゃあ文化の違いが文化の違いは JLPT ではないですよ。 N1 持ってないから離婚するんじゃ文ない。化の違いは JLPT ではないです。文化の違いをお互いに話し合えばいいんですよ。それでロイさんが話したいことがあるようです。話し合いは話してないんですよ。ロイさん H が取ればもっと文化の理解がもっと高めるんですよ。 N3 の人は違います。関係ない関係がないです。だってそれ関係がはないです。言語が2人違うもともと言語を話してても2人でたくさんコミュニケーションを取ることをやめないで相手のことをずっと知ってたら別れないはずだって。それは N3 レベルで結婚した人で別れてない人もたくさんいるから。じゃあそうするとちょっと待って。それがN1 いらないじゃ文ない。化とそれが離婚していないそのパーセントに入るわけで、最も離婚してるパーセントに入ってる人たちって文化の違いが一番出ると思うんですけど、その文化の違いは日本人同士では文化の違いがあるんですよ。そうですよ。育った環境が違うと日本人同士でもこの文化とこの文化が違うからお互いに育った文化が違った状態で結婚するのはミャンマー人日本人じゃなくて日本人も文化が違って結婚するのは一緒です。それで別れる日本人もた別れる。だそこにミャンマー人と日本人が結婚して離婚する率が高いっていうのは何が原因だと思いますか？お互い文化が違うのは同じです。でもそういう意じゃあ見が多いから。そうするとちょっと待って。そうするとさっき離婚率が高くなるのは文化の違いが多いですね。逆にちょっと待ってください。そこで日本人同士でも性格違うって言ってるんでしょ。性格違うから日本人同士でもその性格を離婚するのはね、家の文化からそこで育った性格になるんですよ。家ごとに家のその環境が違うわけでしょ。
家庭環境教育環境が違うんですよ。そこからその文化からその2人が育っててそれで結婚したら結局性格の違いと言ってるんですけどもう本当に具体的に正確に言っちゃうとそう家でのその教育環境教育文化が違った人が2人が結婚してそれで離婚するわけなんですよ。だから日本人もミャンマー結局文化の違いで離婚するのは一緒です。じゃあ自分がまとめるじゃあ自分がまとめるちょっとそこで結果が出るんですよ。そこで結果が出てる。日本人同士で離婚するの。一取ったないから離婚するの。いらないじゃん。文化の違いから。そもそも JLPT 文化のっていうのは違いから。外国人のためなんですよ。だから外国人も JLPT はいらないということですよ。自分がまとめる今全然理解してない。自分は全部知ってます今日本人同士じゃなくて日本人と日本人ミャンマー人がもっと離婚率が高いことを言ってるわけなんですよ。そこは JLPT と関係ではないです。文化の違いの問文題化の違いの問題です。こっち側の意見がなんか外国人と日本人の離婚率が日本人より高いのは文化の違いだからであってこっちもそれは認めてあります。文化の違いだと。でここがじゃあ文化の違いが一緒なら日本人はなんで離婚するのかを聞いてます。だからその文化の違いを説明することはできないんですよ。だって言葉があればさっき一応なんで言っとってほしいの。言葉を分かってもっと話せるようにもっと話を深くできるように言ったじゃないですか。じゃあ日本人の言葉全部分かってるのになんで離婚するの。そう日本人でも離婚するから N1 関係ない。なんでいやそもそも外国人との結婚なんでちょっとこれは多分このヤンさんが統計を理解する知能が低いと思うんですよ。統計はこれは本当にこれはいくら説明しても多分これが理解ができない知能なんです。質問質問あります。統計でいくはい、聞いてください。NG いらないです。じゃあ統計で合ってます。これは知能の問題だと思います。違います。統計で1が取ってないから離婚率が高くなるというのをどこで聞いてるんですか。書いてるんですか。 N1 と相関性はない。1のどこで書いてるんですか。統計で離婚する外国人と日本人同士の離婚率は高くなったのは JLPT1 を取ってないということをどこで書いてるんですか。嘘つかないでください。私たち言ってるのは文化の違いが一番多いからそれで離婚するって言ってました。その文化の違うというのはだから1ということではない。言ったことないのに言ったことでこんな嘘つくのすごい良くないんですよ。だから私たち言ってることを言ったのも覚えてなくてなんか勝手におしゃべるこの違いますよ。今言ってるのは1が取れないからと言ったじゃないですか。文化の違うというのは1ではないですよ。だから最初は文化の違いで言いました。1というのは1ができないから離婚できないというのはないです。文化の違い。だからその文化の違いをお互い説明すればいいのにその説明は1はないんですよ。違いますよ。そこは1の言葉を使わないといけない。じゃあ和の文化はどうやって説明します。和の文化。和の文化を日本の和の文化はどうやって説明します。そこはそれと日本の個人主義と集団主義をどうやって説明できます。そういうのは日本人ってところどころにはこのところには個人主義っていうのがあってこういう場面で集団主義っていうのがあります。それは1を取ってる人全員は説明できると思いますか。日本人の恋人同士でも説明しますか。結婚夫婦でも。だから日本人同士ではそういう文化を持ってるから説明する必要がないんですよ。ただそういうレベルのミャンマーから話しますしてか。どうして割り勘するんですか。どうやって迷惑をかけちゃいけないんですかとかそれはどうやって説明します。じゃあ簡単ですよ。割り勘するのをただ人に迷惑をかけてはいけないっていうのは違いますよ。じゃあJLPT1 で何ですか。1個いきます。じゃあ割り勘なんで日本で割り勘するんですかという言葉を説明するのに1を取ってない自分1取ってないんですよ。じゃあでも説明できますよ。簡単に。じゃない、5も取ってないんですよ。でも説明できますよ。なんで割り勘するんですか。なんで割り勘するんですか。普通に自分のことを自分で不倫してんからね。簡単ですよ。相手に迷惑したくない。だから割り勘するんですよ。それ1の言葉なんか使ってる。もう全部4、3レベルの言葉で説明するんですよ。どうしてだから人に迷惑かけない文化が生まれたんですか。じゃあこれ日本の文化ですよ。だからそれがどうして生まれたんですか。なぜ生まれたんですか。これはミャンマーでは人に迷惑をかけてるいい文化はどうして生まれたんですか。いや全然みんなそれは自分でありますか。人間生活そこはもうミャンマーだったらミャンマーベトナムはもう親年の人はもうほとんどみんなお金出してやってくれるんですよ。まあ店とか行った時も日本はそういう文化はないんですね。だから日本ではそれをどうやってその文化が出てきたというのを説明するのは言葉よりだからそうするともっとお互いの文化を理解することを深めることができて離婚までいかないんですよ。ただ人に迷惑をかけてはいけない。それで終わっちゃうからどうしてその文化生まれちゃうっていうと知っちゃうのに
説明してても理解ができないんですよ。それだったらお互い文化の理解するにはすごいなんか溝ができて、結局その溝がどんどん深くなって離婚まで行くんですよ。結局理解ができない。終了しましょう。はい、終わらなさそうですね。はい。絶対に JBT は終わらなかったあーので、もう仲良く仲直りして終わりにします。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、違うんですか？ちょっと今メール確認したんですけど、これちょっと違うと思いますね。なんかその最初の確認だけちょっとお願いしたいんですけど、大丈夫ですか？風の共同計算とかはかなり必要だと思うんですよ。あとはもう向こう前今使ってたやつはどのぐらいの風の力あるかわからないから、そこ全部見ないといけない。